皆さん、こんにちは。いや、おはようございます。こんばんは、と言わなきゃいけないかもしれません。内外から多くのご参加を得て、国際復興フォーラム2021が開催されています。今年は新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、このようにオンラインの開催となりました。兵庫に神戸にお越しいただけないことは誠に残念ですが、世界各国からウェブを通じて本フォーラムにご参加いただいておりますことを主催者の一人として厚くお礼申し上げます。また、開催にあたりましてご尽力いただいた関係の皆様に改めて感謝を申し上げます。新型コロナウイルス感染症が今もなお世界で猛威を振るっています。兵庫県でも年明けから感染拡大のスピードが増しており、大変厳しい状況にあります。去る1月13日には隣接する大阪府、京都府とともに国の緊急事態宣言の対象区域に指定されました。県民事業者の皆様には飲食店等の営業時間の短縮、不要不急の外出自粛、出勤者の7割削減、イベント開催時の参加人数の制限など、厳しい取り組みを要請しています。医療提供体制の崩壊を防ぎ、県民の命と健康を守るため、何としても感染拡大を食い止めなければなりません。今がまさに正念場です。県民一丸となって、この危機を乗り越えてまいります。コロナの下で、目の前の危機があるわけでありますが、だからといって自然災害は待ってくれません。地球温暖化に伴う異常気象によって風水害をはじめ、毎年のように各地で甚大な被害が発生しています。南海トラフ地震など迫り来る巨大地震への備えも強化しなければなりません。今年の1月17日で、阪神淡路大震災から26年を迎えました。震災を経験し、内外の皆様の温かい支援をいただき、力強く立ち上がってきた私たちだからこそ、その経験や教訓を広く発信し、安全安心な社会づくりの先頭に立って歩んでいかなければなりません。兵庫県では、忘れない、伝える、生かす、備えるの4つのコンセプトを柱に、県民の皆様と共に、ハード、ソフト、両面での幅広い取り組みを進めています。その上で、日頃から防災について考え、行動する災害文化の定着を目指しています。本日のテーマは、複合災害からの復興です。阪神淡路大震災からの復興の過程で、私たちが掲げた理念は、創造的復興でした。単に震災前の状態に回復させるのではなく、21世紀の成熟社会にふさわしい社会の姿を目指す兵庫の復興モデルは、今ではビルトバックベターとして国連の防災対策のメルクマール仙台防災枠組みにも位置づけられています。コロナ禍において都市の脆弱性など現代社会が抱える課題も浮き彫りになりました。一方、人々のライフスタイルや価値観は大きく変化しつつあります。時代はまさに転換期を迎えていると言えるのではないでしょうか。兵庫県は創造的復興を成し遂げましたが、今またポストコロナ社会の挑戦に直面しています。ポストコロナ社会の新しい時代潮流を踏まえながら、安全で安心できる地域空間の形成、情報社会を支える基盤づくり、人生100年時代の生活のあり方などに取り組み、ポストコロナ社会にふさわしい復興にしていかなければなりません。大規模災害からの復興には、
内外からの息の長い人的支援も欠かせません。各被災地では災害ボランティア、災害派遣、医療チーム、DMAT、震災学校支援チーム、ARTH などが復興に大きな役割を果たしています。新型コロナウイルスの感染リスクを恐れるあまり、こうした人的支援の輪が途切れることがあってはなりません。昨年、兵庫県では災害ボランティアの健康と安全を確保し、被災地での感染拡大を防止するため、派遣前にあらかじめ公費で PCR 検査を受診できる制度を設けました。また、避難所や福祉避難所の設置基準などを見直して、コロナ禍の複合災害にも対応することにしています。コロナ禍にあっても復興がスムーズに進むよう、各国、各地域が被災地における安全確保対策の仕組み作りの研究を重ね、それをあらかじめ復興計画などでしっかり位置づけておくことが必要であると考えています。新型コロナウイルスの知見の共有、ワクチン開発などを例に挙げるまでもなく、大規模な災害や危機には国や地域を超えた地球レベルでの連帯が欠かせません。18回を迎えたこの IRP フォーラムはもとより、各国や関係機関が共通の課題に連携して立ち向かい、日頃から顔の見える信頼関係を構築しておくことが、いざという時の速やかな復興につながる。このように確信しています。本日のフォーラムがご参加の皆様にとって実り多いものになること、そしてこれを機に防災減災に取り組む人々のネットワークが一層広がり、強固なものになりますことを心からお祈りし、開会のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。